本日ご登壇をいただきますのは、モアエデュケーション代表のインペリアルカレッジロンドン卒業のマキさんとなります。マキさんのご経歴をご紹介させていただきます。マキさんは日本の中学を卒業した後、高校と大学でイギリスに正規留学されております。エンペリアルカレッジロンドン医学部バイオメディカルサイエンス学科卒業というようなご経歴をお持ちです。現在は小中高生の正規留学、海外大学進学のご支援、そして国際カリキュラムと英語に特化したオンライン家庭教師をされております、モアエデュケーションの代表を務められております。本日はイギリストップ校への入学実績も持つ留学支援のプロであるマキさんに、英国大学進学を視野に入れた進路設計というテーマでお話をいただけたらと思います。それでは私からのご案内以上となりますので、ここからマキさんどうぞよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりましたモアエデュケーション代表の牧と申します。よろしくお願いいたします。本日のセミナーのテーマは、イギリスの大学進学を視野に入れた進路設計というところで、こちらのようなプログラム構成になっております。まず最初に、モアエデュケーションのサービスについて簡単にご説明した後に、イギリスの大学の魅力、どうして行くべきかというところと、あとは、たくさんご質問いただいていた入学要件のところですね。と、出願プロセス。そして、こちらもたくさんご質問いただいていた費用のところと、あと、どのような奨学金制度があるのか、というところを説明した後に、小中学生からできる進路設計というところをご説明して、で、それに関連して、うちでもご紹介しているイギリスのボーディングスクールについて、魅力だったりとか、ご説明させていただければと思います。で、そして一番最後に日本の学校からイギリスの大学に進学した生徒の、実例紹介というところで、3名ほどご紹介させていただければと思います。で、一番最後に Q&A セッションということで、事前に、たくさんご質問いただいていたので、まず、その中からピックアップして、セミナーでカバーしきれていないところをご説明させていただいた後に、このセミナー中に、チャットで、Q&A からいただいていた質問に関してもピックアップさせていただいて、ご回答するというような流れになっています。はい。では、まず最初に、弊社のサービスのところですね。大きく分けて2つのサービスを、提供しております。1つ目が、先ほども、ご紹介いただいた通り、国際カリキュラムと英語に特化した個別指導というものを行っています。で、こちら具体的には GCSE だったり、A レベル、あと IB ですね、国際バカロレアのカリキュラムと、あとはイギリスの大学に必要となる IELTS だったりとか、あとは、帰国生の方に多く受験されている TOEFL だったりとか、英検、あと小論文などですね、帰国生受験の対応もしております。で、二つ目が留学サポートということで、小中高生の正規留学、主に現在はイギリスのボーディングスクールのご紹介をしておりますが、他にもアメリカだったりとか、マレーシアなどの国も取り扱っているので、そちらについても後ほど詳しくご紹介させていただきます。で、正規留学以外にも短期留学、夏休み中だったりとか春休み中に開催されるようなサマースクール、スプリングスクールのご紹介もしております。で、そして今日のメインテーマである海外大学進学のサポートも、アカデミックに特化したサポートを行っております。で、現在、サポートさせていただいている生徒様もいろんな国に居住されている方で、すべてオンラインで、サポートを行っておりますので、どこにいてもご利用いただけるような形になってます。で、私のプロフィール、先ほどご紹介いただいたので、私自身、イギリスに、正規留学の経験があって、で、イギリスのトップ大学に、受験合格した経歴もあるので、それをもとに、このような授業を現在行っております。で、私たちのオンライン家庭教師の講師も、ほとんどがイギリスのトップ大学、インペリアルだったりとか、ケンブリッジ、オックスフォード、あとは、地方大学のマンチェスターだったりとか、そのような大学に、実際に現役で大学生をしている先生たちが、勤めているので、先輩から直接、
アドバイスだったりとか指導を受けられるっていうところが、一番特徴かなと思ってます。で、この左の、図が、うちの指導体制になっているんですけれども、生徒と講師が、まず、チャットでつながっていて、で個別指導を、オンラインで行うほかに、いつでもそのチャットの中で、担当の先生に、質問を聞いていただけるというような体制を整えているので、なので、次の授業を待たずしても、いつでも、疑問を解決できるというような、環境を整えております。で、その講師と連携して、私が現在コンサルタントを担当しているんですが、そのコンサルタントが、もうちょっと大枠の、全体像を見ながら、長期的な大学入学までの進路設計を、アドバイスさせていただいております。で、私は主に保護者様の、質問だったりとか、アドバイスを担当しておりまして、で、そちらに関しても、チャットの方で、今、LINE を使っているんですけれども、LINE でいつでもご相談いただけたら、すぐに、ご返信するというような、形を取らせていただいております。はい。では、早速、イギリスの大学について、ご紹介させていただきます。で、まず魅力というところですね。これたくさんあるんですけれども、今日は3つに絞って、ご紹介します。まず1つ目が、こちら本当にイギリスの大学で特徴になるんですけれども、正確に言うとイングランドの場合ですね。大学が3年間、で、そして大学院が1年間で終わるような構成になっています。で、このような、タイムラインになっている、理由としましては、日本だったりとかアメリカの大学と違って一般教養課程がないんですね。なので、その分、1年目の本当に入学した、その時点から、えっと、自分の選んだコースのことについてのみ勉強するものになっているので、こうしたより短い時間で凝縮して勉強できるっていうのがすごく特徴になっています。なので、特に、私もそうだったんですけれども、自分が勉強したい分野が明確に決まっている人には、本当にイギリスの大学は、効率的に勉強できるという意味で、すごくおすすめです。で、2番目、就職に有利というところで、こちら何名かに、の方がご質問でも、書かれていたんですけれども、イギリスの大学を出た後にどのような就職先があるのかというところも、ちょっと Q&A のところでまた詳しくご説明はさせていただくんですけれども、イギリスの、含め、海外大学に正規留学している学生っていうのは、日本の、大企業だったりとか、外資系の、すごくお給料がいいような、企業が、やっぱり、積極的にリクルートメントに行くっていうような、現状があります。で、実際に、そういった企業の担当者が大学に出向いて、そういうリクルートメントイベントを開催したりだとか、あとはボストンキャリアフォーラムが一番有名なんですけれども、そのようなキャリアフォーラムが、留学生を対象に開催されていることがとても多いです。で、私も実際に、ボストンキャリアフォーラムに行って、一番最初の、就職先を、内定をいただいたんですけれども、この留学生を対象といっても、例えば、1年の交換留学、短期の留学の人だと、面接まで進めないっていう、そういうようなフィルターをかけてる企業も多いので、やっぱり正規留学の人、で、その中でも、ある程度、そのレベルの高い大学の人に面接のチャンスが与えられるっていうことも、そういう現状があるので、やっぱり目指すのであれば、上の大学、目指せると、とても就職にも有利になります。で、三つ目ですね。世界中から優秀な学生が集まるというところで、これは本当に私もすごくイギリスの大学行ってよかったなと思う点なんですけれども、いろんな、国から、すごく優秀な生徒が集まります。まず、英語力も、一定以上ないとイギリスの大学に入れませんし、その中でも、私が行ってた大学っていうのは、レベルが高かったので、周りの子も本当にみんな、大学に
入った瞬間から会う人たちみんながすごく優秀で、なので一緒にプロジェクトなどをやるとしても、本当にいろんな考えがあったりとかして、で、やっぱりいろんなバックグラウンドを持ってるので、そういった、すごく多様性に溢れるような環境で勉強できるっていうのと、やっぱり、その卒業した後も未だに、つながれてますし、そういう人との出会いっていうのも、すごく、宝物だなと思ってます。で、こちらが実際にイギリスの大学のランキングを表したもの、左上になっているんですけれども、こちら、私が作成した、今年の一番最新の QS から発表されている世界大学ランキングになります。で、アメリカ、国のところ、アメリカを赤にしていて、イギリスを青にしているんですけれども、もう見ていただくとわかる通り、イギリスとアメリカが上位を独占しているような形になります。で、QS とタイムズハイヤーエデュケーションっていう2つの団体が、主にこういうランキングを作っているんですけど、QS の場合は、MIT が毎年、もう本当にもうずっと連続で1位を取っているっていうような、ランキングになってて、で、今年、インペリアルカレッジが2位を取って、すごく、嬉しかったんですけども、またタイムズハイヤーエデュケーションの方では、ちょっと違った、評価基準になっているので、若干ちょっと、ランキングも、ちょっと大学の、大学間でちょっと違ったような結果になってます。で、そのタイムズの方は今年最新のものが10月に発表されるので、それについても、ぜひ見ていただけるといいかなと思ってます。で、このランキングが、総合ランキングで、一応その、いろんな、評価基準を総合的に、見た時の大学順のランキングになるんですけれども、大学を選ぶとき、この大学順のランキングを見ることも大事なんですけれども、やっぱり一番見ないといけないのが、自分が実際に入りたいコース、入りたい、分野のランキング、科目ごとのランキングっていうのも出ているので、必ずそちらもチェックしてみてください。それ見てみると、例えば、インペリアルとか MIT っていうのは理系の専門の大学なので、文系のランキングには出てこないんですね、もちろん。なので、ちょっと分野ごとにまた違う、大学の順番になっているので、総合ランキング以外にも、実際に自分がやることのランキングをチェックすることはすごく大事になります。で、右下のグラフですね、が、イギリスの大学に進学する留学生の数、世界、全体の合計の留学生の数の推移を表しているグラフになります。で、これを見てわかる通り、毎年増加傾向にありまして、で、2022年度一番最新出ているデータだと76万人の、留学生が毎年イギリスの大学に進学しています。なので、本当に、世界中から、イギリスの、その、高い教育水準を求めてみんなが来る、世界の英語圏の中でも、やっぱりイギリスだったりアメリカが、水準が高いので、このデータを見てもわかる通り、それが証明されているかなと思います。はい。で、入学要件のところですね。こちら、英語レベルに関して、どれくらいが必要なんですかっていうのは、事前の質問でも、いただいていたので、ちょっと詳しく解説していきます。まず、基本的に留学生がイギリスの大学に行くときは、ほぼほぼ必ず IELTS を受けることになります。他にも、TOEFL だったりとか、そういった試験の方がちょっと日本では、おそらく有名で受けられている方多いと思うんですけれども、イギリスの大学に行くのであれば IELTS を受けるっていうのは、基本になります。で、その IELTS っていうのは、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングっていう4セクションがあって、で、その各セクションでスコアが出るのと、あと総合のスコア、そのアベレージのスコアも出て、で、9点満点のうち、そのアベレージのスコアが5.5以上がイギリスの大学入学には必要になります。で、それを英検に直すと大体1級相当ですね。
ただこの5.5っていうのは、イギリスの本当に一般的な、平均的な大学に入学するときに必要な、最低限のスコアになるので、大学によっては本当に、ケンブリッジ、オックスフォードとか、インペリアルとか、UCL とか、そういった大学に入りたいのであれば、6.5だったりとか、7.0以上の入学条件が必要になります。で、その総合の、アベレージのスコア、プラスで、各セクションでも、例えば6.0以上取っておかないといけないっていうような、細かい条件設定がされている場合もあるので、自分が、あの、出願する学部の入学要件を必ずチェックして、それを目標に、頑張ってみてください。で、二つ目の入学要件が、まず高校のその卒業資格のところが、イギリスの大学に直接入る場合には、国際カリキュラムを勉強していないと、基本的には入れないです。で、それは、A レベルだったりとか、IB のディプローマプログラムなどといった高校のカリキュラムを、勉強していないと、直接は入学はできないことになってます。で、それはなんでかっていうと、日本の高校の、で勉強する内容っていうのは、ちょっと専門性が足りないんですね。なので、イギリスは本当に1年目から専門的にそのコースの内容を勉強するっていう、先ほどご説明したんですけど、それにはちょっと足りない、レベルが足りないっていうふうになるので、必ずファウンデーションコースという1年間の大学入学準備コースっていうものを経由して、日本の高校から行く場合には、イギリスの大学に入学するというような形になります。で、このファンデーションコースは、大体、数科目、自分が行きたいコースに関連すること、例えば、経済系のコースに進みたいのであれば、ファウンデーションコースでは、A レベル相当の、経済学、数学だったりとか、直接関連性のある、科目を勉強します。で、それで、1年間準備ができたら、大学の学部に入学というような形になります。はい。で、それを踏まえて、出願プロセスのところですね。こちらは国際カリキュラムを履修している場合の、方向けの、出願プロセスの、タイムラインになります。まず、イヤー13っていうのが、日本でいう高校3年生にあたる年になっておりまして、このイヤー13の9月、つまり大学の入学の1年前から、このタイムライン始まっています。で、イギリスの大学の出願っていうのは、大体その9月ぐらいから始まるので、それまでに必ず、出願のエッセイに書く課外活動だったりとか、職業体験を終わらせておいてくださいっていうことで、ここに、この項目を置いてます。で、そして9月新学期が始まったら、本格的に、出願の準備をするんですけれども、イギリスの大学の出願で、日本と大きく違う点としては、ユーカスというポータルから、一括で全ての大学に出願をします。日本だと、大学に個別で、願書を提出して、で、試験を受けてっていう形だと思うんですけれども、イギリスの場合は、ユーカスから、共通の願書、一つだけの願書をすべての、出願するコースに出すっていう形になっているので、基本的には、全く違う、性質のコースには出願はできないです。なので、一番多いパターンとしては、同じコースで違う大学に出願するっていうのが、一番一般的で、もしくは、すごく似てるコース。例えば、医学部、そのメディスンだったら、私が言ってたようなバイオメディカルサイエンスが、ほとんどメディスンと似てるので、その二つだったら一緒に出願できる、一緒に出願する人が多いというような、感じになります。で、その、願書にあたる志望動機書ですね、がパーソナルステートメントと呼ばれているんですけれども、これがすごく、大事になってきます。イギリスの場合だと、結構アメリカと、
似てるところもあれば、ちょっと違うところとしては、そこまで課外活動っていうのは、アメリカほど重視はされないんですね、実は。イギリスは本当にアカデミックが一番重視されるので、最初、学業成績で足切りがされて、で、トップの大学とかになると、本当に、皆さん一番上の成績を取ってくるので、その中でどうやって、じゃあ選抜するかって、なったら、そのパーソナルステートメントの内容が見られて、そこでまた落とされるっていうような、感じになります。なので、パーソナルステートメントに書く内容としては、本当に、自分が出願するコースに直接的に関係のある今までにやった自主研究の内容だったりとか、あと、本を読むとか、そういったような、アカデミック寄りの課外活動をする必要があります。あんまり、すごい、アメリカのトップ大学受験で必要と言われるような、インターンシップだったりとか、何かプロジェクト立ち上げるとか、そんな、壮大なことはあんまりしなくても、イギリスの場合は大丈夫なので、文献読むとかが基本にはなってきます。で、このユーカスの出願が、大体9月頃にオープンして、で、毎年若干日付は変わるんですけれども、1月の下旬、末あたりが、最終の提出期限になります。ただ、皆さん、基本的にはもう、10月、11月ぐらいには出してるというようなイメージなので、早めに出した方が、安心ということもありますので、そのあたりに出すことをお勧めしています。で、この10月半ばのところの矢印が、オックスブリッジ医学部、歯学部、獣医学部は、アーリーデッドラインが設定されています。これらの大学と学部は、通常の1月末のデッドラインじゃなくて、10月半ばの、提出期限が、別で設けられているので、これらの、コース、大学に出願する方は、本当にもう早め早めに準備する必要があります。なので、もう、そうですね、夏休み中には、パーソナルステートメントをある程度完成させておいて、で、9月学校が始まったら、もうそこで先生にチェックしてもらって、提出っていうようなのが多いです。で、なんでアーリーデッドラインが設定されているかっていうと、基本的にイギリスの大学って面接はないんですけど、これらの学部だと、面接はあります。と、あと個別で、大学特有の筆記試験があることもあるので、そういうのが11月から始まるんですね。なので、アーリーデッドラインが10月半ばに設定されています。で、面接や筆記試験があれば、11月頃からスタートして、で、大体私の時とかだと、1月にはもうオファーが揃っていたんですけれども、一番遅くて、5月ぐらいにオファーが出ることもあるので、順番に大学、のタイミングでオファーがちょっとずつ揃っていくというような形になります。で、オファーっていうのは、合格の条件が書かれている、仮の合格通知書みたいなものになるんですけれども、一応、アンコンディショナルオファーって言って、条件がなく、もう、どんな成績を取ってもあなたは大学に入学できますよっていうオファーをもらえる場合もあるんですけれども、基本的にはコンディショナルオファーといって、どれくらいの成績が取れたらあなたは入学できますよっていう条件が書かれていることが多いです。で、その条件が、例えば A レベルを取っている場合だと、最終的に3科目受験することが多いんですけど、その3科目で、えっと、まあ、そうですね。その科目ごとにどのグレードを取って、取らないといけない。例えば、A スター、A スター、A を取らないといけないとか、AAB でいい場合もあれば、その人によって、オファーのグレードが出るっていうような形になってます。で、ほとんどの場合、その A レベル IB 試験4月、5月、6月で行われるんですけど、それの前にオファーが出るので、もうその試験の前には自分がどのグレードを取っていないか、IB に関してはスコアなんですけど、どのグレード、スコアを取らないといけないかっていうのはわかるので、本当に最後の、春
から夏にかけては、そのグレードを満たすように、ラストスパートの試験対策をしていくというような流れになります。で、A レベル IB 試験の結果が出るのが8月なんですね。結構、もう入学の直前になるので、それまでに、例えば IELTS のスコアが足りない人は、もう何回も受けてもいいので、その夏までに IELTS の試験も、合格点を取って、で、オファーも無事、満たしていれば、そのまま合格で9月または10月に大学入学っていうような流れになります。はい。で、これ今度、ファウンデーションコースを経由する場合どうなるかというと、タイムラインの一番左がすでにファウンデーションコース入学時点から始まっているんですけれども、ファンデーションコースへの出願は大学の学部の出願と違って個別に出します。で、ファンデーションコースは大学が、直接運営しているものと、あとは外部の機関、教育機関が運営しているもの、2種類あるんですけれども、例えば、キングスカレッジロンドンとかは結構人気で、キングスは大学直下のものがあるので、もしキングスに入りたいっていう方は、やっぱりそのキングスが運営しているファウンデーションコースに入ると、そのまま、ほとんど大学入学が確約されているようなものになるので、それがおすすめです。ただ、他の、機関のファンデーションコースに入ったとしても、もちろん違う大学の出願はできるので、必ずそこじゃないといけないというわけでもないです。で、ファンデーションコース入った後も、先ほどの国際カリキュラムの場合と同じように、ユーカスから学部に出願します。で、ファンデーションコースは、基本的には、最終試験に合格さえすれば、大学入学が確約されているものなので、ここでちょっと、あんまり受験っていう感じではないんですけれども、システム上、えーイギリスの大学に出願する場合は、ユーカスを使わないといけないので、そういった意味で、ユーカスから、もう一回正式に出願するっていうような形になります。で、ここでもパーソナルステートメントは、出すんですけれども、ファンデーションコースに出願する時点で、パーソナルステートメントももう一度出すので、基本的には同じような内容で、ちょっとブラッシュアップさせて出すっていうぐらいで大丈夫なので、ファンデーションコースを経由する場合だと、あんまりそんなに心配しなくても、大学入学はできると考えてもらって大丈夫です。ただ、このファンデーションコースですね、注意点がありまして、入学できない大学と学部があります。で、ファンデーションコースからの入学ができない大学っていうのは、オックスブリッジ、オックスフォードだったり、ケンブリッジ大学ですね。と、あと、インペリアルカレッジロンドンもファンデーションコースからの入学を認められていないので、これらの、トップ3の大学に行くのであれば、ファンデーションコースからではなくて、必ず、国際カリキュラムを勉強して、直接遊学から、出願っていうのが必要になります。で、医学部も基本的には、ファンデーションコースからの入学はできないんですけど、ちょっとメディカルファウンデーションっていうようなコースも、少しはあって、ただ、ちょっと条件が、あんまり合わないことがあるので、基本的には、A レベルないし IB を勉強していないと、いけないと、考えておいてください。で、まあ、えっと、後ほどまた、こういったデメリットがあるので、どういった進路設計を、考えて、選択肢を広げていくかというのも、ご説明します。はい。で、次が、イギリスの大学進学にかかるコストのところですね。こちらもたくさんご質問いただいていたんですけれども、ちょっと上がポンド表記、ポンドの、金額で、下が1ポンド190円で換算した場合の日本円の、費用を書いております。で、ちょっと日本円の方で、見ていくと、学費がだいたい学部によって、結構変動があるんですけど、475万円から741万円が、だいたい現在の、相場になっています。で、医学部はもっと高くて、本当に年間1000万円とか、それくらいのレベルになります。で、そうですね、学部、大体理系の学部
エンジニアリングとか、工学系とかですね。医学系の学部だと高い、傾向があって、だいたい3万ポンド、中盤ぐらいが、多い印象です。で、安い方の学部だと、そうですね、英語科だったりとか、そういった文系の学部が、安い傾向にあります。ただ、日本人の場合は結構、理系の学部に進まれる方が多いので、ちょっとこの高い方のゾーンに入ると考えてください。あとは、経済とか、そういうような文系の学部もあるんですけれども、それは、これの、真ん中ぐらいに当たります。で、その他に寮費ですね。大体イギリスの大学、ロンドンの大学の場合だと、1年目は皆さん寮に基本的には入ります。で、その後2年目からは、寮に入れないことが多いので、その場合は友達とかと、フラットシェア、マンションを借りて、何部屋かあるマンションを借りて、一緒に3人ぐらいでシェアするっていうのが一般的になります。で、その場合の寮費、または家賃が、だいたい年間152万円ぐらいかかる、ものになります。で、それで生活費もだいたい平均がこれくらいで、あとはビザ費用、あとは NHS といって、最近これが有料化されたんですけれども、国民の、健康保険のようなものですね。イギリスに滞在中に、これ払っていれば、払うのは義務になったんですけれども、GP といって、自分たちのそのエリアの、かかりつけ医に、無料で見てもらえるっていうような、仕組みが、イギリスではあるので、それにかかる費用になります。で、あとは、航空券ですね。大体、年に1回は帰国される方が多いので、その往復で、20万円ぐらいと、ここでは仮定すると、大体690万円から960万円ぐらいがあります。なので、結構本当に日本の大学に進むよりはだいぶ高くなってしまいますので、これも多くの方が気になっていると思いますが、奨学金の方を次で説明させていただきます。はい。奨学金、これよりもたくさんあるんですけれども、ここでは、ちょっと時間も限られているので、給付型でほとんど全額学費がカバーされるような奨学金だけをピックアップして説明させていただきます。で、まず、左の2つ、柳井正財団と笹川平和財団の、奨学金は2つとても似ていて、で、対象大学が限られています。で、柳井正財団の方は、どちらもアメリカとイギリスの大学が、対象になるんですけれども、ここではイギリスの大学だけリストアップしています。柳井の方は7大学、対象になっていて、笹川の方はその中でも4大学が、対象となっています。で、これは本当にイギリスの中でも、一番優秀な大学に行く人のための奨学金になっています。で、支給額はどちらも一応、上限は設けられているんですけれども、医学部に行かない限りは、基本的には、全額学費がカバーされるっていうような、給付額になってます。でそれにプラスして、生活費も、だいたい1万1000ポンドなので、200万円ぐらい年間で支給される、ので、基本的には本当にイギリスでの滞在費と学費全部カバーされるようなすごく手厚い奨学金になっています。で、この2つの違いとしては、柳井の方は2700万円っていう世帯の所得制限があります。で、それに対して笹川の方は所得制限がないので、より多くの方に、申請いただけるものになっています。で、どちらも高校3年生の時点で、出願、をしていただきます。で、年2回、だいたい7月頃と12月頃に、その申請の期間があるので、そのタイミングで申請していただきます。で、ちょっと特徴のところに書いてないんですけど、この2つともファンデーションコースが対象外になるので、もうその A レベルだったりとか IB を勉強されていて、直接イギリスの大学に受験できる
条件が揃っている方のみが対象になっています。で、その右、田崎財団の方ですね。こちらは、対象大学の指定はないんですけれども、田崎さんという方が、ケンブリッジ大学を卒業されている方で、財団の基本的な方針としては、オックスブリッジといった、イギリスのトップの大学を目指すことを前提としているので、本当にすごく優秀な方が採用されるっていうような傾向にあります。で、こちらも支給額が、基本的には学費、生活費、全額出るものと考えていただいて大丈夫です。で、所得制限はなし。で、申請期間、時期が高校1年生になってます。で、この理由としては、高校2年生の9月から A レベル課程の、イギリスの、ボーディングスクールに2年間入るという過程も含まれているような奨学金になっています。なので、日本の方で、国際カリキュラムを勉強する機会がなかった方でも、そういったオックスブリッジを目指すために必要な A レベル課程を勉強する、2年間も含まれているような、ものになっているので、あの、より多くの方にオックスブリッジも目指せる機会を与えているような奨学金になります。そして、一番右、ジャストの方ですね。こちらは日本の政府が、運営しているものになるんですけれども、対象大学は特に指定はありません。で、こちらが支給額が全額カバーされるものではなくて、地域ごとに値段が設定されていて、で、今年度のイギリスの、支給額だと、だいたい32万6千円月々支給されるようなものになっています。で、こちらは所得制限が2000万円になっておりまして、申請時期は高校3年生、柳井と笹川と同じ、タイミングになります。で、特徴としては、こちらファンデーションコースも対象になります。なので、合計の支給期間が4年間になるんですね。で、ファンデーションコースも対象なので、ファンデーション1年、プラスでイギリスの大学の学部3年で合計4年間の支給がされるものになるので、日本の高校、一般的な一条校の高校の課程を終わって、イギリスのファンデーション経由で進学する方もご利用いただけるような、奨学金になっています。で、今回のちょっとテーマの、メインのところになるんですけれども、小中学生から始める進路設計というところですね。今回、セミナーご視聴いただいている方、ほとんどが、小学生の、お子様をお持ちの方が一番多くて、で、中学生も、多くいらっしゃって、ちょっと高校生のお子様のお持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと小中学生から始める進路設計というところで、お話ししていきます。で、イギリスの大学をもう小さい時から目指すって決まっているのであれば、やっぱり GCSE A レベル IB というような国際カリキュラムを勉強されることをお勧めします。で、こちらの表がイギリスの、教育システムと日本の学年の、比べた表になるんですけれども、イギリスの場合だと、イヤー1からイヤー13まで、学年が振られています。で、プライマリースクール、セカンダリースクール、シックスフォームっていうような学校の区分になっておりまして、で、カリキュラムが、先ほどご説明した A レベル、または IB のディプロマっていうのが、一番最後の高校2年生、3年生で勉強する、カリキュラムになります。で、IB も A レベルもどちらも、この、イヤー13の一番最後に、統一試験が行われるものになっておりまして、その成績が、大学の合否を決めるんですけど、学校の中でもその最終試験に向けて、この A レベルまたは IB の、カリキュラムを勉強するので、本当にそのための、シックスフォームっていうような感じになります。で、その1個前の、課程っていうのが GCSE または、IGCSE と、呼ばれるものになっておりまして、それが日本でいう中学3年生と高校1年生の年に勉強するものになります。で、GCSE は、たまにご質問いただくんですけど、GCSE がないと、A レベル取れませんかだったり、
GCSE ないとイギリスの大学入れませんかって聞かれるんですけど、GCSE は正直必須ではないです。ただ、A レベルがすごく GCSE と性質が似ていて、試験の出題傾向だったりとか、カリキュラムの構成っていうのがすごく似ていて、GCSE から A レベルに接続する、ような目的で作られているので、まだお子様が小さい方でしたら、A レベル、IB を取る前提でしたら GCSE は取っておいた方がスムーズに上がれるので、おすすめではあります。はい。で、この GCSE A レベル IB っていうのは、具体的に、どういうカリキュラムか、ちょっとわからない方のために、違いをご説明させていただきます。で、この GCSE と IGCSE、IGCSE はインターナショナル GCSE の略で、もともと GCSE ってイギリスのカリキュラムとして生まれたんですけど、今だと結構日本国内のインターでも採用されていたりとか、世界各国のインター、あとはイギリス国内にある留学生向けの学校でも採用されているようなカリキュラムになってて、ほとんど GCSE とは変わらないんですけど、本当に若干レベルが難しいというふうに言われています。で、おそらく日本人が、インターなどで、GCSE を取る場合は、この IGCSE っていう方になると思います。で、こちらは、5から9科目を、選択します。学校によって、必須科目の数が違ったりとか、ちょっと若干変動があるので、最低でも5科目は、取る必要があります。で、必須科目が、ほとんどどの学校でも英語、数学、あとサイエンスが、必須科目となっていて、それにプラス選択科目があります。で、選択科目の中には、例えば、地理だったりとか、歴史、デザインアート、あとコンピューティングなど、いろいろ幅広くオファーされているので、自分の興味だったりとか、あとは、今後、大学の専攻をちょっと意識しながら選択できるとすごくいいです。で、その後 A レベルに進んだときは、科目数が一気に減って4科目を選択するという形になります。で、4科目なんですけれども、この A レベル2年目に、ほとんどの方が1科目落として3科目にします。なので、最終的に受験する科目っていうのは、本当に3科目だけですごい少ないんですね。で、そういった意味でも、やっぱりイギリスってその専門性をすごく大事にしている教育をしているので、3科目で十分っていうような感じです。例えば、医学系のコースに進みたい方であれば、数学、科学、生物だけ必要になるので、この3科目。で、その1年目の4科目目は、あの、まあ、ちょっと関連してる、例えば、応用数学だったりとか、本当に関係なくて、どうせ落とすんだから、自分の好きな科目選ぶでも全然大丈夫です。で、完全選択科目になるので、本当に、自分の大学で、やりたいコースに関連するものだったり、あとは、まだ専攻わからない方だったら、本当に得意な科目だけで固めるっていうことも可能です。はい。で、IB の方は、どのようなカリキュラムかというと、こちらは、A レベルよりちょっと増えて6科目を選択します。で、プラスで3つのコアプログラムというのがあるので、そちらは、エッセイだったりとか、ちょっとプロジェクトベースの、ものが多いんですね、IB って。なので、ちょっとそこは A レベルと性質が違います。で、もう一つの違いとしては、文系、理系、どちらの科目も取る必要があるので、科目は選択科目なんですけれども、取らないといけない科目の分野が決まっているので、理系が得意だから、理系の科目だけっていうのはできなくて、そうしたい人は、A レベルをお勧めします。なので、高校のカリキュラムとして A レベルか IB もし迷われている方がいたら、A レベルは大学の専攻が決まっている方、ある程度方向性が決まっている方だったりとか、自分の得意な科目が明確に分かっている方におすすめです。で、IB は対照的に大学の専攻がまだあまり決まっていない方。で、
絞りすぎずに、もうちょっと幅広く、プロジェクトベースも含めて勉強したい方にすごくおすすめなので、どっちかというと、IB の方がリベラルアーツに近い感じではあります。はい。では、今度は、ボーディングスクールの魅力というところで、私たちの方でも、そういった、GCSE A レベルなどの国際カリキュラムが勉強できる、選択肢として、イギリスのボーディングスクールをご紹介しています。で、こちらの、絵が、写真が、私が実際に通っていた、高校になるんですけれども、シュールズベリースクールっていう高校で、まず一つ目の特徴が、やっぱり何といっても敷地がとても広くて、設備がすごく充実しています。で、この真ん中の大きいグラウンドが、サッカーなどができる、グラウンドになるんですけども、その周りが全部校舎で、川もあって、競技ボートができたりとか、あと左側切れてるところも、全部、学校の敷地で、さらにサッカーコートがあったりとか、本当にとにかく、地方の学校であればあるほど敷地が広くて、いろんなことが経験できます。で、結構やっぱり、学業も、すごく大事にしているんですけれども、そういったその経験のところも、ボーディングスクールは、大事にしているので、毎週たくさんのアクティビティが、オファーされています。で、例としては、例えば、乗馬だったり、クロスカントリー、ゴルフ、あと私が実際にこのシュルーズベリーでやってた、のだと、ライフル射撃だったり、ダイビングとかもあって、全部学校の中で先生が教えてくれて、ダイビングは最終的にライセンスも取りました。だったり、あとサイクリングだったりとか、あとその他の日本の学校でもあるようなラグビー、サッカー、テニス、えあと水泳とかですね。そういったアクティビティももちろんあります。はい。で、二つ目の魅力としては、少人数制のクラスというところですね。こちらの、写真にあるトントンスクールインターナショナルも私が GCSE を勉強した学校になるんですけれども、本当にいろんな、国から、生徒が集まってきて、ただクラスはだいたい一クラス10人とか、それ以下のことがほとんどなので、一人一人に対して先生のアテンションが行きやすいっていうような特徴があります。で、その分、学費も高いんですけれども、発言のやっぱり機会があったりとか、ケアがすごく行き届いているので、自分をすごく表現するスキルが、身についたりだとか、よりインタラクティブに勉強できるっていうのが、すごく、イギリスの教育のいいところだなと思ってます。で、三つ目のところが、その大学進学のところに関連するんですけれども、イギリス系の大学に、学校に行っていれば、基本的にはイギリスの大学に進む生徒がほとんどなので、そういった意味ですごく、学校内でのサポートが手厚いです。で、先生が、パーソナルステートメントの添削もできますし、例えば私の学校だと、医学部だったり医学系の、コースに勉強、進みたい人向けに、毎週、チューターの先生がついて、どういったプロセスで進めるべきかとか、あと、みんなの意見交換をしたりとか、あとパーソナルステートメントの添削ももう何回もやってくれて、で、最終的にそのパーソナルステートメントで通ったっていうのもあるので、最初から、経済的にも、条件が揃っていて、イギリスの大学選択肢として一番考えているのであれば、もう小さい時からイギリスの教育システムに入るっていうのは、一番おすすめではあります。はい。で、このボーディングスクールの入学要件のところでも英語レベルは必要になるんですけれども、大学ほどは高いレベルは必要ないです。だいたい IELTS が4.0以上、英検2級ぐらいがイギリスの場合必要と言われているので、これぐらい取れていたら、ボーディングスクールには入学できます。ただ、やっぱり学年が上がれば上がるほど、そのレベル、求められるレベルは高くなるので、名門校とかだと、逆に、すごく小さい、本当に小学校から行かれる、小学校低学年から行かれる方も最近増えてきているので、
すごく学年を下げれば下げるほど、割と英語はできなくても入らせてくれたりするので、そういった、小さい頃から行くメリットはあります。そして、入学試験のところも、筆記試験と面接がある場合がほとんどになっていて、で科目としては英語、数学、あとは、リーズニングのテスト、知能テストがある学校も多いです。なので、私たちの方でも留学準備コースといって、そういった入試の対策も行っているんですけど、学校によって結構内容が違ったり、どの英語テストを採用しているかも違うので、それに合った対策をしていきます。で、ボーディングスクールのコストというところが、若干大学よりはちょっと上がって、学費がだいたい600万から1000万ぐらいになります。で、ガーディアンっていう後見人も必要なので、その費用が、年間でかかるのと、あと、ハーフタームなどの休暇が結構多いので、その休暇中は寮に入れないので、ホストファミリーにホームステイをする必要があって、その費用などももろもろ重なって、だいたい700万から1000万円ぐらいが、イギリスのボーディングスクールに行く場合は必要になってきます。で、今、ポンドに対して円が、安いっていうのもあったりとか、あと年々やっぱり学費も上がってきているので、なかなかちょっと、金銭的に難しいっていうことも、多いかと思います。で、そういった方には、最近、すごく人気があるのが、アジアのボーディングスクールですね。で、特に私の、お客様にも、何名かいらっしゃるんですけれども、マレーシアのイギリス系、ボーディングスクールに行かれている方が、多いです。で、こちらの写真にあるように、エプソムカレッジだったりとかは、イギリスに本校があって、で、それのマレーシア分校みたいな形になるので、本当にイギリスの教育をもうちょっと費用を抑えて、マレーシアで受けられるっていうような形になっていて、あとこの右下の学校も、イギリス系のカリキュラムを採用していて、年間の学費が、さっき、600から1000万ぐらいだったのが、本当に半額かそれ以下に抑えられるような形になっています。で、マレーシアといっても、やっぱり、英語、すべて勉強は英語ですし、いろんな国からの生徒が集まりますし、あとは、イギリスの大学進学のサポートという面でも、しっかり手厚いイギリスの学校に行った場合と同じようなサポートが受けられるので、もし、ボーディングを考えていて、ちょっと費用を抑えたい方は、こういうような選択肢もおすすめです。はい。で、私たちで結構おすすめしているのはサマースクールになっていまして、私も実際に中学2年生の時に、イギリスのサマースクールに2週間行って、それで正規留学を決めたっていう経験もあって、ビザもいらないですし、短期間なので費用もすごく抑えられて、イギリスの、学校を経験できるっていうところで、結構小学校の時から毎年、とりあえず行かせているっていうような、ご家庭も多いです。で、正規留学の準備としてもすごくおすすめなので、ちょうど、来月ぐらいから、来年度の、夏休みのコースの受付も始まりますので、ご興味ある方はお問い合わせください。はい。で、一番最後になるんですけれども、ケーススタディとしてちょっと3名ほど、生徒さんの実例のご紹介をします。で、私たちの方で YouTube もやっていて、で、留学生との対談、インタビューのようなものも上げているので、こちらちょっと YouTube から、切り取ったものになるんですけれども、もし、本編を見たい方は、動画リンクこちら貼っているので、後で見てみてください。で、こちらの生徒さんは中学3年生でイギリスに渡って、で、現地のボーディングスクールで GCSE と A レベルを勉強して、去年の9月からダービー大学というところで、スポーツマネジメントに進んだ生徒さんになっています。で、この生徒さん、イギリスに行ったきっかけが、えー高校受験どうしようかって考えているときに、やっぱりすごく勉強が嫌いだったんですね。で勉強が嫌いで、サッカーがすごい好きなサッカー少年だったんですけれども、どうしようかって進路悩んでいるときに、留学の選択肢を考え始めて、で、英語もできるし、サッカーも本場で、どっちも
できる環境がイギリスにあったということで、イギリスに行く選択をされました。で、やっぱり、すごく、ボーディングスクールならではの、いろんな国から来ている、子と一緒に勉強できる環境がすごく良かったみたいで、すごく馴染めて、勉強も、最終的に A レベルの試験の、直前で家庭教師のご依頼をいただいたんですけれども、最後まで頑張って、で、第一志望であるダービー大学に無事入学して、で、ずっと好きだったスポーツ関係の、専攻、スポーツマネジメントに入ったっていう、すごくその勉強が嫌いだったけど、それを、うまく利用して、イギリスで、成功されたっていうような生徒さんになります。はい。で、次が、日本の、一条校の IB 校から、イギリスの UCL という大学の PPE コースに進まれた方の例になります。で、PPE っていうのは、Philosophy, Politics, Economics の略なんですけれども、哲学、政治学、経済学コースといって、イギリスのオックスフォード大学発祥で、結構オックスフォードの PPE 出身だと、イギリスの首相の人が、結構多かったりとか、イギリス国内では結構、人気のコースになっています。で、この方は日本の、一条校で日本語 IB というカリキュラムを勉強していたので、入学資格としてはそのままファンデーションを経由せずにイギリスに入学できるような、条件を持っていました。で、そうですね。大学進学の時に、いろいろ調べてた時に、イギリスに PPE っていう学問があるんだっていうのを発見して、すごくビビッときて、イギリスにしようって決められました。ただ、経済的にちょっと難しいということがあったので、奨学金を何個か受けて、最終的に柳井財団の奨学金で今 UCL に留学されています。で、最後の例になるんですけれども、こちらの方は、普通の日本の一条校、日本のカリキュラムを採用している一条校から、ファンデーションコース経由で、KCL、キングスカレッジロンドンに入学された方です。で、この方も同じ PPE の学部に入学されたんですけれども、日本の普通の日本語で授業をする学校に行かれていたので、課外活動ですごく英語力を上げるのに力を入れていました。で、具体的に何をしたかというと、イングリッシュディベートの、クラブを自分で立ち上げて、で、都大会に出たりとか、最初はすごくやっぱり、英語の環境にいなかったので、すごく大変だったみたいなんですけれども、最終的に、国際サミットに、参加して、国際間で戦うまでに、成長して、そういったこともパーソナルステートメントに書いて、無事、ファンデーションコース経由でキングスカレッジに進んで、で、今年6月に卒業された方です。はい。では、一番最後、Q&A に移る前に、お知らせをさせていただきたいんですけれども、国際教育フェアというものに、モアエデュケーションが、出展いたします。東京と大阪とシンガポールでこの秋は開催されるんですけれども、東京で開催される10月14日の、ものと、あと10月26日のシンガポールの、フェアに出展いたします。ほとんどは、インターナショナルスクールが出展していて、そこに、いくつか私たちのような、塾のような、企業も参加しているので、実際にお話を、個別面談の形でできる機会になるので、もしご都合の合う方が、いらっしゃれば、ぜひ、お話聞きに来てください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。最後、Q&A セッションに入らせていただくんですけれども、事前にいただいていたご質問、たくさんあったので、ちょっと回答させていただいてから、斉藤さんの方から、また進行、変わっていただいて、今日いただいた質問をピックアップしてお答えするというような形にさせていただきます。はい。まず、一つ目。日本の高校からファンデーションなしにイギリスに留学できる学校はどこですかというところなんですけれども、これは、ないです。
日本の普通の、一般の高校を出ている場合は、必ずファウンデーションコース、経由して入る必要があるので、これは、残念ながらないです。はい。で、奨学金選考で見られる課外活動と、学校成績の比重のところですね。これは、基本的にはやっぱり成績重視っていうところになります。で、成績重視とプラスで、奨学金の団体によってどのような人物像を求めているかっていうのが、ウェブサイトの方に書いてあったりするので、それを確認していただいて、それに沿うような形で、ちょっと課外活動だったりとか自主研究をして、エッセイ準備していただく、面接準備していただくっていうのが、いいかなと思います。ただ、やっぱり、最初の、選考、書類選考が、すごく成績見られるので、成績はすごく、高い、ベストなものを取っておく必要があるかなと思います。で、実際に、私たちのモアエデュケーションでも、柳井財団だったりとか、笹川だったりとかの、あと田崎財団ですね、の、奨学金を取ってイギリスに、今留学している、講師が在籍しているので、実際にどんな選考プロセスなのかだったりとか、その小学生の人たちがどのようなことをエッセイで書いたのか、聞いていただくセッションを設定、できるので、もし、受ける、予定がある方は、ぜひご相談いただければと思います。はい。で、学校専攻の選び方というところなんですけれども、専攻をまず選んでから学校を選ぶっていう流れが、いいと思っていて、ある程度高校生にもなると自分が、行きたい道だったりとか、得意なところっていうのは固まってくると思うので、その中で、ちょっとユーカスを使ったりだとかして、自分の行きたいコースをまず決めます。で、コースが決まったら、そのユーカス上で、そのコースで検索すると、そのコースがある大学が出てくるので、その中で、さらに個別で調べて、大学ごとのそのコース構成だったりとか、例えばじゃあ実践が多いからこの大学の方がいいねだったりとか、もうちょっとアカデミック寄りにしたい方だったら、そういったコース構成のところを選ぶだったりとか、そういうふうに、ユーカスだったり、そうですね、あと、大学ランキングも駆使して、決めていくといいんじゃないかなと思ってます。で、就職活動のところは、ちょっと冒頭で触れたので、これは飛ばして、卒業後の進路のところですね。ほとんどの人は日本に帰ってきます。っていうのも、海外大学卒業して海外に残るってなると、ビザを企業に発行してもらえないといけないので、結構本当にすごくずば抜けて優秀じゃないと取ってもらえないことが多いです。で、日本に帰ってくると、やっぱり、一番就職先として多いのが、外資のコンサルだったりとか、銀行というような、すごくお給料がいい、企業に入る方が多いです。で、かつ、英語も使えるので、自分が持っているものを発揮できるっていう意味で、そういった就職先に進まれる方が、多い印象です。そうですね。でも、あの、理系の、私の大学理系専門だったんですけれども、それでも、ほとんどが銀行とコンサルに進んでる人が多いので、あんまりその大学の専攻とは関係ないところに行ってる人も多いんですけど、その中でも最近だと、大学院に進む人が増えてきたりとか、そのまま技術職だったり研究職に進む人も出てきているので、自分に合ったところを、リサーチして、あと、就職イベントとかに積極的に参加して話聞いてみるのがいいのかなと思ってます。はい。で、イギリスの大学で専門課程が決まるタイミングっていうのは、履修登録などがないので、日本の大学と違って。なので、もう入った時点から、もう決まってます。なので、その、時間割、タイムテーブルも、もう入った時点から、だいたい1年目、2年目は、もう決まったものを渡されるっていうことが多いので、もう、その通りに動くっていうパターンがほとんどです。
私の、例えばインペリアルのバイオメディカルサイエンスだったら、3年目に、さらに、1年、2年で学んだ内容の中から、自分が専門的に学びたい分野を選んで、で、そこでまたクラス分けがされて、それについて最後の卒論を書くみたいな、分け方をしているので、まあ、基本的には1年目、2年目、あの、まあ、勉強する内容が決まっていてっていう感じが多いのかなと思います。でもたまに、リベラルアーツっぽい学部もあるので、本当に、ちょっとコースによって違うので、調べてみる必要はあるかなと思います。はい。で、医学部に進学するためのプロセスと条件ですね。えーっと、条件的には、先ほどご説明した通りになるんですけれども、プロセスとしては、そうですね、ユーカスをだいたい10月半ばに提出した後に、医学部の場合は必ず面接があります。なので、まあ、面接の対策をしてもらって、で、最近だと、個別面接以外にグループ面接が採用される場合もあるので、まあ、そういった対策をしっかりして臨むと。で、あと筆記試験も必ずあります。まあ、これちょっと、更新される場合があるんですけど、今、現時点だと UCAT という、医学部に進む人専用の筆記試験があるので、まあ、その試験を、一定点数以上取れていないと入れないっていうのが、まあ、条件になるかなと思ってます。はい。で、イギリス永住権がある場合の大学の学費ですね。これちょっとまたルールが、まあ、現時点でのルールになるんですけれども、イギリスの永住権があったとしても、イギリスに、居住していないと、留学生と同じ金額を払うっていうのが今のルールになってます。で、そうですね、例えばそのイギリスの大学入る直前までずっと国外に住んでいたら、まあ、認められないんですけど、その入る直前の3年間、イギリスの中でちゃんと住所があって居住していた記録があれば、イギリスの生徒と同じ金額を払うっていうようなことができるので、まあそういったルールがあります。ただこれもちょっと年によって変わる場合があるので、必ずチェックしてください。はい。じゃあ、私からはこのような感じになるので Q&A、今日の分移りたいと思います。はい、キさんご説明いただきましてありがとうございました。それではまずちょっと視聴者の皆様に一つですね、投票の方お願いしたい事項ございますので、こちらの方投票お願いできたらと思います。利用個別相談希望しますかという内容になっております。ちょっと1分ほどお時間取らせていただけたらと思いますので、ぜひこちら皆さんご回答いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様そろそろ回答いただけましたでしょうか。こちらの画面表示しておきますので、お手すきの際にこちらご入力お願いできればと思います。また、チャット欄の方に本日のアンケートの方をご入力、URL もお送りさせていただきますので、ぜひこちらに対しても本日の感想でしたり、こういうところを知れてよかったでしたり、ぜひご記入いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと Q&A の方に移らせていただけたらと思います。ちょっと事前にいただいているご質問からピックアップさせていただけたらと思うんですけれども、アメリカ現地校から英国大学進学考えられていらっしゃる方からご質問が来ていたんですが、アメリカの現地校からイギリスの大学進学する方法というところも少し詳しく教えていただくことは可能でしたでしょうか。はい。こちら、本当最近も、ご相談いただいた、生徒様がいらっしゃるんですけど、アメリカの場合、学校で採用されているカリキュラムがいくつかあって、まあ、普通の一般的な高校課程だと US ハイスクールディプロマというものがあって、でそれとは別で AP っていう、また別のカリキュラムがあるんですね。で、この最初の、普通の US ディプロマの方だと、入れる学校が結構限られていて、まあ、オックスブリッジだったり、そういったトップ校だと、それが入学資格として認められていないので、日本の高校から行くのと同じようにファウンデーションコースを経由する必要があります。
ただ、高校で AP のカリキュラムを取られている方に関しては、A レベルだったり IB と同じような扱いがされるので、そのまま UCAS から直接、大学の学部に、出願することができます。ありがとうございます。そうするとカリキュラムによってちょっと異なるというようなイメージになりますかね。そうですね。ありがとうございます。ぜひ、ちょっとアメリカから進学希望されている方いらっしゃいましたら、個別相談の方にご参加いただけますと、おそらくより詳しいことを教えていただけるのかはい。なというふうにも思いますので、ぜひ個別相談ご参加いただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。またちょっと続いてもですね、事前にいただいてたご質問からのピックアップとなります。ですね、日本の私立中学、高校から英国大学進学のためにすべきことありますかということでご質問が来ておりました。先ほどのケーススタディの中でも日本の学校から進学されたケースというところお話ございましたが、何かちょっと学生生活のうちにやっておくべきこととか教えていただくことは可能でしょうか？そうですね。やっぱり一番は成績を、できるだけ上げておくことが必要になります。そうですね。イギリスの大学の受験って結構日本と違うのが、日本って最後の大学の入試の、まあ、一発みたいなところがあるんですけど、イギリスの場合ってその結構内申点だったりとか、今までの過去、まあ、3、4年ぐらいの、成績っていうのが見られるので、イギリスの大学出願する時点では、一番最後の最終成績出ていない時点で出願するので、まあ、それまでの成績と、あとは、プレディクティッドグレードって言って予測の成績を出して出願することになるんですね。なので、一番最後の最後、大学入学の直前に頑張ればいいやっていうことではなくて、まあ、それまでの積み重ね、まだ中学生であれば、まあ、そこから本当に頑張って、まあ、内申点をちゃんと取っておくことと、まあ、あとは英語は、まあ、IELTS は、何回でも受けられる試験になるので、まあ、おすすめとしては、まあ、高校遅くとも2年生ぐらいの時には1回受けてみて、で、そこで、1回受けてみると、やっぱり、自分の本当のレベル、正式なレベルがわかるので、それで、まあ、行く大学によって、求められているレベル、最終的なレベルを、目標に計画を立てて、IELTS の勉強を進めていく。で、まあ、何回も受けられるので、まあ、半年に1回だったりとか、ちょっと定期的に受けてみて、弱いところを、さらにブラッシュアップして、最後、合格点取れるように頑張るっていうのがおすすめですね。あとは、課外活動は、まあ、アメリカほど必要ではないと言ったんですけど、やっぱり何か、ちょっと差別化するものがあった方がいいので、そうですね。まあ、部活動とかで、例えば、まあ、本当にスポーツ系の部活動をすごく頑張ってましただけだとちょっと足りないんですよね。直接的に大学で勉強することと、関係ないので、まあ、部活動も、例えばリーダーだったりとかをやっていたら、そのリーダーシップのところだったり、チームワークのところを書けるんですけど、本当に最後にちょろっと書くぐらいになるので、自分が行くコースに関連することで何か、できるといいかなと思います。本当に本を読む。私だと、まあ、医学系のコースだったので、遺伝子の変異に関する本を読んで、で、それについて、まあ、大学で勉強できそうな内容につなげて書く。あと、なんで、医学系に興味を持ったのかっていうのも含めて書いて、まあ、志望動機につなげるっていうところをしていれば、まあ、まず問題ないかなっていうような、感じですね。はい、ご回答いただきましてありがとうございました。で、ぜひですね、視聴者の皆様、本日気になることございましたら、Q&A というところからご質問、ご入力もいただけるようになっておりますので、ぜひこちらからご入力もいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まずちょっと私から1点質問になるんですけれども、よろしいでしょうか？はい。はい。ありがとうございます。先ほどのお話の中で、イギリスのボーディングスクールの学費についてのお話あったかなというふうに思うんですが、やはりちょっと大学対比少し高いのかなというようなイメージがそうございですね。まして、先ほどのお話の中で奨学金、大学についてのお話はございましたが、もしボーディングスクールの方でも奨学金というところがございましたら教えていただくことは可能でしょうか？
そうですね。現状だと、あまり日本の団体から出てる奨学金っていうのがなくて、本当に一部、あの、当てられるような、ちょっと、孫正義財団だったりとか、そういうのはあるんですけど、まあ、そうですね。そんなに、ほとんどカバーできるようなっていうのは、あまりなくて、ただ、学校側が出してるものも一部あって、アカデミックスコーラーだったりとか、その学業成績がすごいいい生徒に与えられるものだったり、あとは、スポーツのスコーラーなどもあるので、例えば本当に、そうですね、サッカーとか、が得意だったら、実際に現地でちょっと実技の試験を受ける必要があるんですけど、そういったところで、奨学金を得ることもできます。ただ、その割合もだいたい10%とか、学費の10%免除とか、それぐらいになるので、ボーディングスクールに関しては本当にやっぱり金銭的に余裕がある方のチョイスになるかなと思ってます。そういった意味で、やっぱり最近のその新興国、マレーシアだったりとか、そういうところの、あの、インターナショナルスクール、ボーディング付きのインターナショナルスクールっていうのは、結構人気が出てきたりだとか、あとは、今、ご指導されている方、インターにお子さんも通われている方も多いと思うので、そういったインターにすでに通っている、あの、そういう、環境がある方に関しては、カリキュラム的にも大学目指せるのかなと思うので、そのまま、行って大丈夫かなと思います。はい、ご回答いただきましてありがとうございました。ちょっと奨学金受給に関してちょっと質問が事前にも多く来ておりましたので、ちょっとこちらもう少し深く教えていただけたらなと思ってはいるんですけれども、なんか実際はい。どういった審査があるのかというところについて教えていただくことは可能でしょうか。そうですね。柳井財団と笹川財団に関しては、基本的にほぼ一緒で、まずは書類審査があります。で、書類審査は、今までの成績だったりとか、いろんなパーソナル、インフォメーションと、あとは、エッセイを書きます。柳井財団の方は3つエッセイが書いて、お題があって、それについてエッセイを何文字以内で書くっていうような、あの、テンプレートがあるので、それに沿って書くっていうようなものになってます。で、ここで、おそらく結構、フィルターかけられて、一部が面接に進むっていうような形になるんですけど、その面接ではさらにそのエッセイで書いた、具体的にはやっぱり今までの行った活動だったりとか、なんで、イギリスの大学に行きたいか、なんでこのコースで学びたいかっていうようなことを書くので、そのエッセイで書いたことについてさらに深掘りされて、面接で、聞かれます。で、この面接では、やっぱり、その財団によって、その求めてる、人物像が違うので、例えば柳井だと、ちょっと、研究者っぽい、人を求めてたりするので、それにちょっと沿ったような、人物像に当てはまっていたら、合格できるっていうような感じになっていて、笹川財団の方はどっちかっていうと、もうちょっとまあ、将来のリーダーになるような人を求めていたりだとか、そこが面接で見られるのかなって思ってます。ありがとうございます。そうすると、なんか受かりやすい生徒像みたいなところもあったら教えていただけたらなとは思ってたんですけども、それはそれぞれの財団さんによって結構異なるイメージがあるっていう感じですかね。そうですね。バラバラではあると思うんですけれども、やっぱり皆さんに共通してるのは、成績はとても優秀です。そこは、本当に皆さん、一番いい成績を取っている方の中で、さらにちょっとその人間性みたいなところで、あの、合否を決められるので、まず成績は本当に皆さん優秀な方しかいないっていうような印象になっているので、そこは一番本当に自分で、準備できるところなので、準備していただいて、で、面接も、そうですね。ちゃんと、やっぱりうちの講師だったりとか生徒にも、いらっしゃるので、小学生。そうした方たちと喋っていると、
やっぱり特徴なのが、ちゃんと自分のことを主張できる人。何か聞いても、自分でちょっと話を膨らませられる人というか、その自分がやっぱりその興味あることについて、面接の中で説明しないといけないので、そこでちゃんと本当に興味があって、で、どうしてっていうことが言葉で説明できる人が、受かっているのかなという感じはします。ありがとうございます。そうすると実際にそういった奨学金に合格されている方、通っている方というの特徴というところを踏まえていろいろ教えていただきましてありがとうございました。はい。こちらについて気になる方たくさんいらっしゃるのかなというふうには思うんですけれども、ぜひ奨学金実際に受給されている方もいらっしゃるということでしたので、ぜひ何か気になることありましたら、モアエデュケーション様に直接お問い合わせいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとはい。うございます。でそうですね。すね。個別の、無料カウンセリングは、どの方も、対象で行っていて、で、結構、オーダーメイドで、指導だったりとか、ご相談、アドバイスを行っているので、本当にその科目の勉強だけのお悩みだったら、オンライン家庭教師ですぐに、つけて始めてっていう形なんですけど、こういった奨学金の、ご相談だったら、じゃあ先輩の話を聞くのが一番だよねっていう形で、例えば1時間のセッションを設定して、いろいろご質問に答えていくっていうような、セッションを設定したりとか、あとは、全然、その勉強のところは問題ないから、学校選びのところだけお願いっていうような、そのエージェントの方を重視されている方だったら、そっちのサービスもできるので、結構割とどんなことでもご相談いただけたら対応できるのかなって思っています。あとはやっぱり、私自身も、アラムナイというか、実際に、OB ですし、講師も全員、イギリスの大学が、ほとんどで、他は、アメリカだったり、日本の大学の、海外経験ある先生もいるので、なるべく近いバックグラウンドを持っている先生と、お話しできるような環境を、あの、ご提供して、先輩としての、アドバイスっていうのをすごく、重視してます。はい、こちら詳しくご説明いただいてありがとうございました。弊社のこちらの説明会、今回のセミナーというところに関しては、将来的に日本に戻られることを検討されている方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、日本に戻った際の選択として、結構いろいろ種類があるのかなというふうには思っております。日本の高校に戻るでしたり、あとはインター校に入るでしたり、いろんな選択肢があるのかなと思うんですが、例えばちょっと IB を学ばれている方の選択として、日本の高校で IB コースがある学校を受験するのか、それともインター校に入るのかっていうところですと、イギリスの大学進学というところを考えると、どちらの選択肢がより適しているとかっていうのってあったりされますでしょうか？そうですね。日本の、インターないしは国際系の高校に入る場合だと、結構 IB 採用しているところが多いので、自然にその IB っていう選択肢になるのかなと思うんですけど、その場合は全然イギリスの大学受験に直接、接続できるので、問題ないと思います。で、A レベルの、学校も、最近増えてきていて、あの、そうですね。IB は先ほどご説明した通り、やっぱりもうちょっと幅広い、文理両方勉強したい方に向いているので、それはそっちご選択いただいて、で、A レベルだと本当に、3科目、4科目だけ勉強したい、集中的に勉強したいっていう方におすすめなので、そういったところで、カリキュラムを、分けて選んでいただけたらと思います。で、ご家庭のご事情とかもあって、日本の普通の一条校、国際カリキュラムじゃない学校に、帰国されて入る方も、多いと思うので、そういった方にも、決してチャンスがないわけじゃなくて、ファンデーションコースから、大学入る、先ほど説明した方法もありますし、私の、実際の生徒さんで、今高校3年生で、なんですけれども、イギリスの医学部を目指している方で、
一旦高校3年生卒業までは日本の学校にいて、で、そこから来年の9月に、イギリスに渡って A レベルを2年間やった後に、イギリスの医学部に入るっていう、ちょっと1年学年を落とすみたいな、あの、形にする、2年ですかね。2年学年を落とす形にされる、パターンもあるので、まあ、それでも、日本よりは、1年だけ学年を落とすっていう、あんまりディスアドバンテージはない感じになるかなと思うので、まあ、そこは行きたい学部とかに合わせて、まあ、設計していけばいいのかなと思ってます。はい、ありがとうございました。ではちょっとそろそろ終了のお時間迫ってきているというところもございますので、ぜひ最後にマキさんの方から本日ご視聴いただいている皆さんに将来的に今回のセミナーを通して英国大学進学興味持っていただいている方多いかなというふうに思うので、ぜひアドバイスなどいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね。今日は、ちょっと、まあ、概要のところを、カバーしたんですけれども、まあ、国際教育に、興味ある方は、やっぱり増えてきて、いると思いますし、まあ、本当に小学生の頃から、お子様がまだ小さい頃から考えられている方も多いと思うので、まあ、小さければ小さいほど、事前にその逆算して進路設計することができるので、まあ、何かご相談あれば、いつでも、あの、言っていただければご相談に乗りますし、今、中学生、高校生のお子様をお持ちの方でも、決して、選ぶ選択肢によっては、イギリスの大学進学は不可能なことではないので、まあ、あと、イギリスに限らず、まあ、アメリカでもカナダでも、まあ、日本を併願するにしても、どのような形でも、まあ、私としては、まあ、環境を変えてみて挑戦するっていうのも、すごく、自分の成長につながるのかなと思うので、まあ、選択肢をなるべく広げるような、まあ、お手伝いもさせて、いただけるかなと思ってます。で、そうですね。個別相談もそうなんですけれども、こちら今映ってる、私たちの SNS の方でも、まあ、役に立つような情報を発信していて、まあ、YouTube の方では先ほどのような、留学生のケーススタディだったりとか、あと、まあ、奨学金のことだったり、大学ランキングの、どのような評価基準になっているのか、などの、動画なども上げているので、もしよかったら、そちらでも、チェックしていただければなと思います。はい。今日はご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは、こちらのお時間をもちまして、質疑応答のお時間終了とさせていただけたらと思います。もし個別でご質問ある方いらっしゃいましたら、直接こちらに記載のある SNS などでお問い合わせいただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。